はいどうも皆さん、おはこんばんちは、ちょまんばたけしです。今日も元気にヘルメットゲマーボやってきたと思います。ということで今日はですね、皆さん、待ちに待ちました。はい、無料のドラピ祭り来ましたー。はい、ドラピ祭りが来ましたんでね。はい、この動画では何がゲットできて何がガチャゲンなのか、何が無料でゲットできて、何がね、課金しないとゲットできないのかっていうのをね、お話ししていきたいと思います。で、はい、本日解禁されましたドラピ祭りが、はい、こちらですね。はい、シーズン7冬テーマ来ましたー。冬テーマなんかいつも年明けから来たようなイメージあったんですけど、はい、もう来ておりますね。はい。で、排出される選手を今から紹介するんですけど、もうバレちゃってますね。もう私実は引いてます。はい。光ってる選手はもう持ってる選手なんで、実は引いてる、まあ、光ってる選手は、持ってる選手か作れる選手なので、はい。で、1個言っておきます。まず最初に言っておくのは、俺、これさ、ジェイレン・ウィリアムスが光ってるじゃないですか。で、もう作れるんですよ。で、ドラピー、これは課金でゲットしたんじゃなくて、もう、トナメのボーナス報酬あるじゃないですか。トナメのボーナス報酬。だから要は、あと、ジャモラになりましたね、ここね。フレンジーね。トナメのボーナス報酬、これね。これ、ルカ・ドンチッチで、とりあえず僕はアゲート周回してるんですけど、ルカ・ドンチッチで、フィールドゴール決めればもらえるやつとかで、こういうのトナメの報酬もらえるじゃないですか。トナメのボーナス報酬でコレクションがもらえるやつ。そこで、もう冬パの、はい、やつゲットできること確認できてます。っていうかね、もうね、基本ね、もう実装されたらコレクションはね、毎回すぐ出るようになってます。今までは、ちょっと日数あったんですね。もう2ヶ月後ぐらいとかになんないと、その最新のコレクションは出ない仕様になってたんですけど、シーズン6とかでは。もうシーズン7からは、そこはじゃんじゃん出ていくんで、はい。もう、だから基本的に作れる選手はまず1個だけ、ドラピ祭りと、あと作れる選手は全部無料なってます。だから、ここでね、トンカチのマーク。まあ、トンカチのマークでも2種類コレクションがあるよね。あれ、コレクション2種類あるよね。あ、コレクション1種類か。あ、ごめんなさい。俺勘違いしてたね。コレクションは1種類なので、はい、大丈夫ですね。トンカチのこのマークがあるやつは基本的に作れます。しかも今回、作れる選手が2個ありますね。ムーンストーンでも。はい。まあだから作れる選手はまあ無料です。だから、まあ1番で言うと OG アルノミ。こちら無料で作れます。そして、ジェフ・ホーナセック。誰やねん、こういう人って。このおっさん誰やねんって言われるかもしれませんけどね。まあジャズの、まあ当時のジョン・ストックトンがカール・マローンとかいた時の黄金時代。まあブルーズとね、優勝争いを繰り広げた時の、まあ、その時の、まあ、スタメンですからね。はい。なんかフリースローがめちゃめちゃうまいイメージがありましたけど、僕もそのリアルタイムでね、ギリ見てたかなちょっと記憶ないですけど、まあそんな感じです。まあとりあえず、まあ作れる選手はね、とりあえず、はい。これ、まあ集めれば無料です。集めれば無料。はい。まあ文句とかもね、はい。ゲットできます。で、セット報酬先言っちゃった。で、ホーレスグラント。で、全部これ作れる選手だよね。全部作れる選手、これ全部作ると、だからさっきのジェイレン・ウィリアムスとかも作ってやると、ホーレスグラントですね。はい。こちらゲットできます。で、どっちかっていうとあれかな。どっちかっていうと過去選手多めかな、今回は。まあでも、現役もいるか。まあどっちかというと過去選手、まあ半々ぐらいかな。半々ぐらいかなと思いますけど、過去選手。まあどうしてもね、リワインドモードで、リワインドの方は現役選手が多いので、多いっていうか、リワインドモードは現役選手しかいないんでね、過去選手もここで出していかないと、はい。過去のレジェンドがね、登場しなくなりますんで。だから、ムーンストは、ジェフ・ホーナセックと、OG アルノビーと一つ飛ばして、はい。ホーレスグラント。こちらは無料で、はい、ゲットできるということですね。ちょっとホーレスグラントはハードル高いですけど、まあ無料でゲットできると。はい。で、じゃあドラピ祭り対象誰なんだよっていうことじゃないですか。はい。で、ドラピ祭り誰なんだよっていうことなんですけど、ドラピ祭り対象今から言いますというかもう光ってるね。はい。一番あたりバディフィールドです。はい。今年好調のね、ウォリアーズを支えておりますバディフィールドがウォリアーズユニで登場でございます。はい。ちなみに今回のカードはリワインドカードでは適用してないので、普通の今までのテーマ報酬という感じですね。これがまあ一番あたりで、もう俺初日から出てるから、で、過去のやつも結構出てるんすよね。例えばこの前のドラピ祭りとかだと、例えばペニーとかだと俺5枚、まあ何もまだやってないけど5枚とか引いてるじゃないですか。まあ1枚こっちガチでやってるから、これが、まあ6枚とか引いてるわけですよね。あと、この前のイディもちょっともう強化してる。もう星3に、もう食わせて星3にしたりしてるんすけど、まあそれでもまだ3枚とか持ってるから、結構5、6枚は引いてる
ので、あとドラピ祭りもね、っていうかさ、なんか写真変わった？てか写真今日アップデートあったじゃないですか。写真変わったよね。ザイオンとか多分写真変わってます。能力は変わってないと思うけど、一部選手が多分写真変わってますね。どれが変わったかはちょっと僕も細かくはまだ見てないですけど、ザイオンは絶対変わった。ザイオン変わったんで、はい。あとイングラムがちょっと星2にできるんでしていっていいですか。はい、まあとりあえずそんな感じで、まあとりあえず結構5、6倍は出るので、で、あと期間じゃあいつまでなんだって話あると思うんですけど、期間は基本的に、まあ大体2週間なんですけど、一応目安として、こっちの冬パの頃ガチャ来てると思うんですけど、まあこれと、この期間と一緒ですね。この今、ウィンターのガチャ来てると思うんですけど、これが13日と16時間ということで、まあ大体2週間あるんで、まあ今日始まったばっかなんで、2週間あるんですけど、まあこれが終わったらドラピー祭りも出なくなりますので、だから2週間。あとちなみに、すげえいっぱい情報溢れちゃって申し訳ないですけど、次から次へと言っちゃって申し訳ないですけど、あと、このテーマカードは今後2週間ですね。スタボつきますので、だから今回、今、ファンタジーファイナル俺今周回してますけど、ちょっと待って、ルカ入れてたんですけど、例えば俺普通ガチパだったらこっち周回してたんですけど、これでね、これスタボ 100% じゃないですか、もちろん。今期間中なんで。ただここに、例えばバディフィールド入れます。バディフィールド入れても、どこだバディフィールド。バディフィールド入れても、はい、これでもスタボ、はい、100% ですからね。はい。だから冬パ入れてもスタボつきますので、だから、あと2週間だから、今週で NBA カップテーマ終わるじゃないですか。だからもう一個また新しく、本テーマ。このドラピ祭りの方はサブテーマって僕言ってるんですけど、サブテーマのやつは、一周またがるね。次回のテーマにも一周またがるんで、次何なんだろうね。ワンチャンニューイヤーじゃないかっていう話もあるんですけど、新しいテーマの方にもちょっとスタボがつくと。いうことでございますんで、はい。で、残りの、はい。あとドラピ誰出るんだって、はい。まずバディフィールドね。これ一番後にね。多分5、6枚出る。5、6枚出る。もちろん人によって個人差あります。っていうか、いつも言ってるんですけど、ドラピ分回した数が多ければ多いほど、当たる確率も増えるので、確率は一緒。例えばさ、10回1枚出るとするじゃん。たださ、10回ドラピ回した人はさ、1枚しかゲットできないけどさ、ドラピをじゃあ、100回回した人は10枚ゲットできるわけじゃん。だから、結局、よく言われるなんでそんなに多いんですかっていうと、確率はみんな一緒なんだよ。出る確率は。その人のアカウントによって出るとか出ないとかはなくて、要は、ドラピ分回した人がもういっぱいもらえるっていう、そういうシステムなので、はい。だから、もうなんでそんなに持ってるんですかって聞かないでください。ドラピ分回したから持ってるだけであって、はい。あとちなみに、これはもう言わなくてもいいと思うけど、はい。こちらでね、今最高はムーンストーンティア階級が一番上なんですけど、マラカイトティアですね。チームパワーが80万以上でマラカイトティアになるんですけど、ここに乗ってない人は、そもそもバディフィールド出ませんからね。はい。そもそもドラピに、この階級に乗ればドラピから出るんですよ、その階級のカードが。なんか始めたての人とかはまだ出ないんですけど、それに乗れば、バディフィールド出ますので、だからまだ始めたての人は、もしかしたらバディフィールド出ないかもしれないですけど、そこはパワー上げるしかないですね。はい。で、アゲートはまだ光ってますけど、スクートヘンダーソンですね。スクートヘンダーソンが出ます。で、続いて、各ティアにつき1枚ね、ドラピ対象は。はい。で、次が、アンチマか。アンチマがジェイデン・デューレンですね。ジェイデン・デューレンが出ます。これドラピ祭り対象。で、続いて、アンチマターじゃなくて、アケクリがね、デリック・ジョン、そう、アケクリももう俺引いてんすけど、デリック・ジョンズ・ジュニアが来ます。で、続いて、ローズ・コーツが、ボビー・ポーティス。もう、ボビー・ポーティスが多分めっちゃ出る。てか、そうだ言っておく。リセット対象じゃないと出ないんで、俺出ないわ。はい、俺は出ないです。俺は出ないというか、ドラピの、画面見せるか。だけどね。死者の否定も来ました。で、これで、ここの、今左下の画面見てほしいんですけど、リセット対象の階級じゃないとドラピン祭りは出ないので、だから僕の場合はリセット対象が明けくりなので、デリック・ドンズ・ジュニアから上のドラピン祭りの対象しか出ないんで、だから僕で言うと、明けくりのデリック・ドンズ・ジュニアと、アンチマのデューレンと、アゲートのスクートと、マラカイトのバディフィールド。この4枚しか出ません。で、ローズ・クォーツのポーティスとかは出ないですね。一応、ローズ・クォーツのファウンデーションは出るんだけど、ローズ・クォーツのドラピン祭りの対象は出ませんので、そう、これは毎回忘れちゃうんだけど、だから俺はポーティスは出ない。逆に、階級が
リセット対象がローズクォーツになってる人は、ポーティス出ます。で、パワーサファが、このスコットスカイルズが出ますということで、以下がね、対象でございますんでね。はい。ということで、残念ながら、マルク・ガソルとトレイ・ヤングはガチャゲンということですね。しかもこれはイベントが来ないので、週末の次元イベントはこの対象は来ないので、ドラピか本当にガチャでゲットするしかないのでね。はい。あと作れる選手はもちろん、OG アンロビーとか、集めれば作れますのでね。はい。ぜひ集めて、作っていただければと思います。はい。ということで、今日はですね、ドラピ祭り、はい、冬パが来ましたんでね。はい。こちらぜひ、皆さん、集めて、もう2週間ね、ドラピ分回すしかございませんのでね。はい。バディフィールド、5枚も6枚もゲットして、星5にしていただければと思います。ということで、今日はこの辺で動画の方は失礼したいと思います。また次の配信か動画でお会いいたしましょう。それでは、See you next time! バイ。いや、もう、年末ですね。お正月のぶっぱ祭もありますよ。Thank you for watching. Presented by Chillantech TV. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer.